この動画では Adobe Premiere の YouTube やショート動画にも使えるテロップやテンプレートについて解説していきます。今回は本の特典として添付しているこれら4つのテンプレートの作り方やインストールの仕方も解説します。それではいろいろと見ていきましょう。1、テキストスタイル。テキストスタイルではその名の通り、あらかじめ保存したテキストのスタイルを書き出したりインポートすることができます。テキストの保存と読み込みの方法ですが、まずアピアランスでデザインを決めておいてから、このプラスマークを押します。スタイルを作成を押すことで、今使っているプロジェクトやローカルにも保存されるようになります。ちなみに作成したテキストスタイルは Mac ならこちら、そして Windows ならこちらのところにファイルを入れます。これから紹介するテンプレートやプリセットはここに保存したり削除するといいでしょう。実はこのファイル自体をプロジェクトの中に入れておくことによってテキストスタイルが一気に選べるようになるので便利です。とはいえ毎回これをやるのは面倒なので、後ほどもっと便利なやり方もご紹介します。テキストにスタイルを追加する方法ですが、ここから選択することもできますが、プロジェクトのテキストスタイルをドラッグしてテキストのクリップにドロップしておくだけでも適用することができます。なので複数を選択しておいてからドラッグ&ドロップで複数に適用ができますね。またこのアイコンでスタイルブラウザを開くことができます。ここでポチポチと気になるものを押すことで、先ほどと同様にテキストスタイルを変更することができますが、さらにここでオプションキーを押しながらクリックすることで、テキストのフォントは変えずにアピアランスだけを変更することができるので、この方法は覚えておくと良いでしょう。テキストスタイルでは効率化ができるのですが、選ぶ手間もかかるので、いらないものとかは削除したりしても良いかと思います。それでは続いてテキストを動かすアニメーションやエフェクトについて見ていきましょう。2、エフェクトプリセット。続いてはエフェクトプリセットです。エフェクトプリセットは通常のエフェクトと同様にエフェクトパネルからドラッグ&ドロップして適用することで保存した動きを適用することができる機能です。こちらの保存の方法ですが、このような感じでテキストに動きを加えておいたら、エフェクトコントロールからその項目を複数選択していきます。そして右クリックからプリセットの保存をすることで保存することができます。基本入りの動きから始めるエフェクトが多いので、インポイント基準で OK です。これで自作した動きがプリセットに保存されます。保存されたプリセットはこちらの拡張子で保存されています。読み込む際にはエフェクトのところを右クリックを押して、こちらのファイルを選択するとエフェクトが全て読み込まれます。またこちらはフォルダごとにまとめると、いざ使う時とかに分かりやすくて便利かもしれません。実は先ほどの見た目を決めたテキストスタイル、そしてこの動きを決めたエフェクトプリセットですが、この2つの機能をさらに保存していく方法があります。それが続いての機能です。3、モーショングラフィックステンプレート。グラフィックテンプレートのパネルを開くと、ここではテキストだけではなく、シェイプなどのデザインやアニメーションなどが設定されたプレビューを見ることができます。使い方はドラッグ&ドロップするだけ。しかもこの隣の Adobe ストックを押すと、すでに作成されたテンプレートを無料から選ぶことができます。これを使ってもいいのですが、ここでは自作のものを使う方法も見ていきます。プレミアであらかじめ作成したものは、レイヤーを選択してから右クリックを押して、モーショングラフィックステンプレートとして書き出しというのを押すことでテンプレートとして書き出すことができます。より細かい内容を作りたい場合は Adobe After Effects で作成しておいてから Essential Graphics というパネルを表示します。ここに項目を挿入していくことでテンプレートを作っていくことができて、完成したら Motion Graphics テンプレートを書き出しというのを押せばプレミアで使えるテンプレが出来上がります。よく使うテロップやサイドスーパーなどがあればこうやって作っておくと便利かもしれません。作成したテンプレートはプレミアのグラフィックテンプレートパネルからモーショングラフィックステンプレートをインストールというのを押すことで読み込むことができます。こちらもいくつか特典として本書に添付しているのでインストールしてご活用ください。とはいえこれらの機能を一つずつインストールするのはめんどくさいという場合はプレミアのプロジェクト自体をテンプレートとして使うこともできます。ということで続いての機能です。4、プロジェクトテンプレート。Adobe Premiere を開いた時に実はプロジェクトテンプレートというのを選ぶことができます。これはつまりそのプロジェクトに必要なものを最初から読み込まれたものです。これを選択することですでに編集に必要な素材が読み込まれた状態で編集をスタートさせることができます。そこで効果音や BGM、イラスト素材など決まって使うものがあればテンプレを作っておくと便利です。作り方は簡単です。あらかじめ素材などを読み込んで整理しておいたプレミアのプロジェクトを保存しておきます。
そしたらプレミアを開いた時に表示されるプロジェクトテンプレートからテンプレートを追加というのを選択することでテンプレートして選べるようになります。保存されている場所などもフォルダとかで整理しておくと良いかもしれません。音なんかはあらかじめまとめて音量とかを揃えたりしておくと使いやすかったりしますね。こういった機能は最初は作ったり整理するのに時間がかかりますが、あらかじめ作っておくとこれから編集をするのであれば積み重なることで大きく時間短縮ができたりします。ぜひとも今回の4つの方法を参考にあなたの時間短縮に活用してみてください。ちなみにこちらの本ではテキストやプリセットをたくさん特典として添付しておりますので、ぜひともダウンロードしてご自由にカスタマイズしたり活用してみてください。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。